自分がデザインするものが一体何なのか正確に理解していなかったらいいデザインなんてできるわけないですよね。 UI はあくまでも手段であって UX がいわゆる結果なんですね。同列で語るべきものじゃないんです。ぶっちゃけ UI デザイナーっていうのは近いうちに駆逐されちゃうと思うんですよね。あまりにも提供できる価値の範囲に限りがある。それダメです。どうも空気デザインリオです。こんにちは。皆さん募集とか肩書きで UI/UX ってよく並べて書いてる人見ませんか？実際にそういった肩書きをつけてる方もいらっしゃるんじゃないですかね。それダメです。みんな UX っていうものに対してそれこそシリコンバレーの人間ですらふわっとした理解しかしてないこと多いんですよね。結果として UI と UX という言葉をほとんど同じ意味みたいに使う人が多いんですよね。ただそれは大きな間違いです。デザイナーですらうまく説明できない人がざらにいるんですよね。これ UX の意味を正確に理解するためにはネイティブ言語の英語で原点とされる本を読み込まないとおそらく理解は難しいと思います。いくつか原点となる本へのリンクを概要欄に入れておきます。 UX の意味、特に UI と UX の違いを正しく理解するところから UX デザイン職に課せられた本来の目的、役割が見えてきます。 UX が何なのか正確に理解することはとても大事なことです。 UX すなわち自分がデザインするものが一体何なのか正確に理解していなかったらいいデザインなんてできるわけないですよね。この動画ではよくある誤解を解消しながらその本質を分かりやすく解説していきます。今から UX デザインを学びたい方、すでに業界にいる方、どちらにも分かりやすくデジタル UX 最前線であるシリコンバレーの現場より情報共有を通して全体の底上げ、質の高いデザイナーの増加を目指したいと思います。このチャンネルはキャリアに不安を感じたり行き詰まっている人、そして海外キャリアやテック企業への転職を挑戦したい皆さんを応援します。ユーザー体験という直訳になりますが、本当に誤解している人が多い概念です。分かりやすい例としてここにプレステのゲームがあったとします。 UX はそのゲーム全体を通して皆さんが得る体験です。じゃあそこで得る体験とは何でできていると思いますか？それは皆さんの感情です。嬉しい、悲しい、怒り、面白い、気持ちいい、気分が悪い。体験はすべて感情の動きによって生み出されるものです。ゲームでしたらそれはストーリーだったり、それを盛り上げる音楽、演出、キャラクター、アニメーション、背景によって感情が主に動きます。もちろんここに UI、メニュー画面とかコマンド選択画面とか HP、MP の表示だとかありますけれど、めったなことじゃこの UI で感情が動くことはないんですよね。なぜなら UI はその後ろにある体験にアクセスするための手段でしかないからです。なので UI と UX を並べて書いちゃダメなんですよ。 UI はあくまでも手段であって UX がいわゆる結果なんですね。同列で語るべきものじゃないんです。 UI っていうのはたまたまユーザーが何らかの情報や体験にアクセスするための手段が必要なので仕方なくそこにあるものに過ぎないんです。極論すると UX における最高の UI というのは存在しない UI です。 UI は体験にアクセスするための必要枠、ただの摩擦エリアなので本当はない方がいいんです。ではそんな UX をデザインするとは何か。それはですね、 UX デザインとはある一定の目的を持ってユーザーの感情や振る舞いを誘導するためにする工夫です。大事なことなので2回言いますが、 UX デザインはある一定の目的を持ってユーザーの感情や振る舞いを誘導するためにする工夫です。ある一定の目的と言いましたが、商業的な文脈で UX デザインを語るとき、ビジネス側の目的とユーザー側の目的の2つが通常存在します。ユーザー側の目的は通常楽しみや興奮なので気分が良くなりたいとか、何か自分の役に立つことをしたいとか、やりたくないことに労力を割かずに済ませたいとか、そういったものになってきます。最終的には自分が気分よくいられるための体験を求めているということがほとんどです。翻ってビジネス側の目的とは、大体の場合はたくさん売って利益を出したいとか、企業価値を上げたいといったものになってきます。良識的な企業であれば、良い製品を作ることによってユーザー側の目的欲求を満たしてあげる対価としてビジネス上の目的を果たそうとします。なので UX デザイナーはどうやったらユーザーに気分良くなってもらえるか、例えばとても楽しいとか、得した気分になったとか、とても生産的な時間が遅れた
とか思ってもらえるように製品をデザインしていくことになります。ここで大事なのは実際の製品の出来はどうなのかというのはもちろんなんですけれども、それ以上にユーザーが実際にどう感じたのかの方がはるかに大事だってことです。例えばスペック上は iPhone と某中華フォンでは中華フォンの方がスペック上優れていたり安かったりしても、かなりの人が最終的には iPhone の方を買うと思います。そして iPhone の方が満足度が高かったりしますよね。それは iPhone の方が安心できるとか自慢になるとか使いやすいと感じるからなんですよね。ほぼ感情の代物なんですよ。なので UX デザインを考えるときはユーザーが五感で感じうるありとあらゆる側面を考える必要があります。そしてユーザーの文化的背景、育ち、年齢、性別、教育レベル、その他ありとあらゆる要素を考えてどういったものが刺さるのか理解する必要があります。文化圏や年齢層などによって刺さる笑いや感動ポイントが異なるように、良い UX ユーザー体験、すなわち良い気持ちになれる製品というのは最終的によって人によって違うからです。海外の大学では HCI ヒューマンコンピューターインタラクションという UX 職向けの科目があるんですけれど、それの修士博士課程を獲得するためには認知心理学や文化人類学が必須になっています。それはこのように様々な違う人たちの感じ方や文化への理解が不可欠なのが理由です。では身近な例で一回 UX デザインを考えてみましょう。ここにトイレットペーパーがあります。まずこのトイレットペーパーの UX とは何だと思いますか？トイレットペーパーは主に拭くものです。主に湿ったものを拭きますよね。必ずしもお尻を拭くだけではなく、床にある汚れをこすったりとか、死んだ虫や汚いものをくるんだりとか、緊急時にティッシュの代わりに使ったりとか、マット代わりに使ったりもします。これらすべて正当なユーザー体験です。どう使うか、どう使ったかというのがすべてユーザー体験ということになります。ただあくまでも第一のユーザー体験、製品としての目的ですよね。最も大事な UX は体を拭くことになりますので、そこから考えていきましょう。第一に、ユーザー体験に関わる部分として手触り、吸水性、髪の色などは割と直接 UX に影響してきますよね。で、他にも包装からの出しやすさ、保管のしやすさ、芯の回しやすさとかもありますよね。ユーザーインターフェース、ユーザーが直に操作する部分に関してなんですが、主にここですよね。ここのつまみやすさ、剥がしやすさが UI としての使い勝手につながってきます。また拭くときは表面に触るので、ここも重要な UI と言えます。では皆さんに質問ですが、このトイレットペーパーの UX を向上させるためにはどうしたらいいと思いますか？まず分かりやすいのはコアの UX であるところの手触り、吸水性の向上、少しいい匂いがしてたりとか、少しおしゃれな模様や色が入っているのも付加価値につながる可能性があります。引っ張るところの引っ張りやすさ、回しやすさだとか、あと典型的な問題点だと最初に剥がすときに上か下に剥がれるのがいまいちはっきりしなくてイライラするので、そこもはっきりするといいですよね。ここまでいろいろ改善要素がありましたけれど、ここに製品として重要な観点があります。それは価格です。どんなに手触りが良くても吸水性が良くても高かったらあまり意味がないですよね。なのでどこを妥協してコストを落としてちょうどいいバランスで質を高めていくかということを考える必要があるわけですけれど、このちょうどいいバランスっていうのは一体どの程度だと思いますか？企業としても利益率を上げなくてはいけないので、コストを下げつつ利ザヤを確保して倉庫や店頭での保管のしやすさだとか丈夫さだとかも大事なところで、ここもコストを上げれば何とでもなるんですけれど、価格に直接跳ね返っていくのでバランスを考える必要があるんですね。俺のとか私の考えた最強のトイレットペーパーっていうのを利益度外視で作るのは簡単なんですけれど、結局使うユーザーがどの程度の期待値を持っていて、コストを抑えつつどの程度の価格でどの程度の質を提供する必要があるのかというのをマーケティングなどを通じて理解していく必要があるんですよね。これがビジネス文脈で捉えた UX デザインということになります。潜在的顧客の文化的背景や経済的背景を理解した上で、どういったバランスのものが最も刺さるのかといったことを総合的に考えていく必要があります。というわけで、たかがトイレットペーパーのデザインといえども一筋縄ではいかないということが分かっていただけたと思います。まとめると UX デザインとはある一定の目的を持って
ユーザーの感情や振る舞いを誘導するためにする工夫のことです。このある一定の目的とはビジネス的な文脈であればおおむね2つ。ビジネス上の目的とユーザー目線の目的、期待値。そして UX デザイナーの職務とはユーザーが何を目的に製品を買うのか、そしてそこに要求される質的な期待値などを見極めて製品デザインに落とし込んでいく。最終的にはユーザーにポジティブな感情を抱かせて良い体験を提供します。そして最終的に企業目線の目的である利益や価値をもたらすのが目標になります。これが本来の意味での UX デザインということになります。というわけで UX とそれをデザインする職業である UX デザインとはどういうことなのか非常に簡単に説明いたしました。次回の動画では現場で要求されるスキルセットの概要を解説していきます。実際の現場、特に大手企業だとデザインチームだけでもユーザーリサーチャー、ビジュアルデザイナー、モーションデザイナー、ライター、インタラクションデザイナー、サウンドデザイナー、インダストリアルデザイナーなど細かな職種が存在します。そしてスタートアップなどだとこれらの職種の仕事を一人でやらなければならないケースも多々ありますので、どういうスキルが要求されるのか理解するのはとても大事なことになります。皆さんには最低でも UI デザインというのは UX という大きな枠の中のほんの小さな要素でしかないということがおぼろげながら理解していただけたと思います。なので UX/UI デザイナーという肩書きはいまいち意味が通らないんですよね。下手するとこいつ分かってないなってベテランのデザイナーから面接時に思われちゃったりとか、本来の進むべき方向を見誤ったままキャリアを築いてしまう可能性すらあるので、 UX デザインとその目的を正確に理解しスキルを磨いていってほしいと思います。ぶっちゃけ UI デザイナーっていうのは近いうちに駆逐されちゃうと思うんですよね。かっこいい綺麗な UI がデザインできる人だけではあまりにも提供できる価値の範囲に限りがある上に、ある程度までは AI などで置き換えが可能になるため将来的なキャリアの伸びがあんまり期待できないんですよね。何かものを作りたいと考えている皆さん、特に UX デザインのスキルを磨きたい方はどうやってユーザーのニーズや感じ方などを理解していくのかというリサーチ手法、人間の脳の働きとか感じ方とかを学ぶ認知心理学などから始めるのがいいと思います。その上である程度ビジネスやデータに対する理解を深め、どのようにビジネス上の目的とユーザーのニーズ目的をデザインに落とし込んでいくのかという研鑽を積んでいけばどこでも通用する UX デザイナーになれますので頑張りましょう。というわけで次回の動画でお会いしましょう。それでは。